皆さん、おはようございます。今日は列車の旅をしに鳥取へ向かいたいと思います。桜の季節ということで、良い車窓が見れそう。鳥取までスーパーはくと1号だと2時間ぐらい、浜風1号なら4時間ぐらいかかります。けど徹子は浜風1号を選択しました。なぜか、それは長く列車の旅を楽しむためです。7時40分に大阪駅3番ホームに浜風1号の入線です。浜風は1日3本だけ走っているのですが、鳥取行きは浜風1号だけで、3号は霞行き、そして6号は豊岡行きとなっています。扉が閉まり、出発進行。この浜風1号には何度か乗車したことがあったのですが、終点の鳥取まで乗車したことがなく、今日はテンションフルマックスで行くぞ。都会から特急で出発するのはなんかいいな。これから4時間乗車できるのは嬉しい。良い天気に恵まれ、これは車窓を楽しめそう。浜風は大阪を出発すると次の三宮までノーストップで走るのですが、大阪を2分前に出発した新快速には追いつきません。さすが新快速といったところでしょうか。8時11分三宮駅に到着です。三宮を出発しました。奥にはいつも賑わっている三宮センター街があります。私もよく行きます。須磨駅を通過すると間もなく海の横を走る区間に入ります。JR で大阪湾にこれだけ近づくところはこの区間だけではないでしょうか。ここはやっぱり綺麗だな。垂水駅を越えると明石海峡大橋が見えてきます。少し建物で見にくいですけどね。舞子駅を越えると再び明石海峡大橋が見えます。
この辺りから見る明石海峡大橋は最高に綺麗です。朝の光線と快晴で一層綺麗に見えますね。西明石駅手前には明石電車区があって、通勤電車が休んでいました。西明石駅を通過しました。車内の座席は赤いモケットで、シートピッチは広く快適です。浜風はカニシーズン以外、いつもこんな感じで空いています。洗面所にはハンドソープもあります。お手洗いはバリアフリーですが、車椅子では少し狭すぎるように思います。姫路別所駅横には JR 貨物の姫路貨物駅があります。ここを越えると姫路駅はすぐです。227系のうららが止まっていました。ピンクのアクセントがいいな。大阪から姫路までは浜風、新快速も所要時間は同じです。特急シートで快適に移動するなら浜風に乗るのもありかもしれません。ちなみにチケットレス特急券で850円追加で行けます。8時52分姫路駅に到着です。姫路駅では6分の停車です。この間に飲み物や食べ物を買いに行くこともできますが、乗り遅れに注意が必要です。この姫路駅から進行方向が変わり、万丹線へと入ります。姫路駅を出発しました。万丹線は一番左側なので一気に線路をまたいでいきます。ここから単線区間に入ります。都会の景色から山の景色へと移り変わっていくのも車窓での楽しみです。姫路駅を出ると左手に見えるのが姫路城です。とても美しい城で、行ったことがない方は一度行ってみる価値はあります。万丹線最初の駅、福崎駅に到着です。ホームの向かい側には国鉄型103系が止まっていました。昭和を走り続けていた通勤型電車が今なおこの時代に走っているなんてびっくりですよね。この辺りに来ると景色がガラッと変わってきました。寺前駅に到着です。ここで電化区間が終わります。ここからが浜風のキハ189系の真骨頂です。
寺前駅を越えると列車は生野峠を越える勾配区間に入ります。市川の水力発電施設、市川発電所の取水席がありましたね。浜風はディーゼル音を響かせながら勾配を登っていきます。生野駅に到着です。生野は国内有数の銀山でしたが、現在は閉山されています。生野駅を出ると下り勾配に入ります。普通列車だと生野駅から次の新井駅までは上りと下りでは所要時間がなんと倍も違うのです。それだけきつい峠だと言えます。武田駅は天空の城と呼ばれている武田城跡の最寄りの駅で、秋の雲海シーズンはかなり賑わう名所です。武田駅に到着です。武田駅を出発しました。後ろに見えている鳥居は亀甲稲荷神社です。境内から武田の街並みを一望できるスポットでもあります。丸山川沿いは桜が満開でした。北近畿豊岡道を越えると間もなく和田山駅です。万端線ともここでお別れです。和田山駅では6分間の停車みたいです。国鉄型機動車が止まっていたら撮影タイムでいいんだけどな。自動販売機の設備はございませんので、お飲み物はホームの自動販売機でお買い求めください。とても古そうなレンガ造りの機関庫が見えます。かなり古いものなのでしょうね。調べてみると明治時代に作られたそうです。和田山駅に到着しました。いましたよ、国鉄型機動車が。これは珍しいキハ41型ですよ。片側運転台のキハ47を両側運転台に魔改造した車両です。そろそろ出発時間なので浜風に戻りましょう。キハ41、またね。いつか乗車できるといいな。列車は万端線とお別れし、山陰本線に入ります。豊岡駅は広い車庫が隣接しており、バラストを線路に撒くための専用車両、ホキ800型、そしてラッセル車でもあるキア143型も止まっていました。
豊岡駅に到着です。豊岡駅を出発しました。海山結びが止まっていましたよね。一度は乗車したいと思っているんですが、なかなか乗車できないんです。豊岡駅の看板見ましたか？古い駅名表でしたよね。国鉄時代に設置されたものなのかな。浜風の座席シートを少し見てみますね。背面テーブルはこんな感じでドリンクの置くところがへこんでました。その下にネットの物入れがついていました。シートピッチも広く、真ん中には肘掛けがついていました。あと、側面テーブルがついていますが、これは別にいらないような感じがします。城崎温泉駅に到着です。さすが観光地、ほとんどの方がこの駅で降ります。城崎温泉駅を出発しました。橋から城崎温泉を象徴する景色を見ることができました。竹野駅のホーム沿いの桜が満開でとても美しかったです。良い時期に来ることができてよかったです。竹野駅に到着です。竹野駅を出発しました。うわ、日本海だ。快晴の天気の日は海の青が映えて最高ですね。撮影機で運転停車です。さて何が来るのでしょうね。あ、たらこだ。浜坂駅からやってきたのかな。頑張って走っているキハ47はとても素敵ですよね。走っている間に乗車しておかないとね。芝山駅の桜も有名なのですが、浜風は通過いたします。霞駅に到着です。ホームに大きなカニの爪を発見。
反対のホーム側にも大きなカニが飾られていました。さすがカニの街ですね。霞駅を出発しました。八田川橋の河川敷の桜が満開でした。夜になると桜にライトアップがされているみたいです。霞駅から鎧駅まで上り勾配を上がっていきます。国の天然記念物の鎧の袖を車窓から眺めることができました。鎧駅は青春18切符のポスターのモデルとなった無人駅です。列車から見える日本海と小さな漁港の景色が素晴らしいところでもあります。鎧駅から短いトンネルを連続して通り、全長310メートルの余部橋梁を渡ります。高さ41メートルから見る日本海の景色は素晴らしいです。余部駅を通過しました。長い東関トンネルを抜けると九谷駅です。ここから次の浜坂駅まで下り勾配で駆け下ります。浜坂駅ではたくさんの満開の桜がお出迎えです。浜坂駅に到着です。浜坂駅を出発しました。東浜駅に運転停車です。この駅は水風の乗降駅で、駅を出ると海というロケーションも素晴らしいです。他の列車とすれ違うこともなく東浜駅を出発しました。何この綺麗な海岸は、調べると羽尾海岸という浜らしいです。岩見駅に到着です。この岩見駅は特急では、特急浜風1号、4号だけが止まる駅でもあります。
岩見駅を出発しました。車内放送で大岩駅周辺にはたくさんの桜が咲いていますので、車窓をお楽しみくださいとアナウンスがありました。大阪から4時間、長い乗車でしたが、車窓からの素晴らしい景色を楽しめ、あっという間の時間でした。終着駅鳥取に到着です。さて、降りることといたします。特急浜風1号の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。